ご視聴ありがとうございます。今回はアメリカ最大の都市ニューヨークの地下鉄が舞台です。一区間だけの異色の路線に隠された魔改造の歴史、癖のある運行形態と車両を解説します。日本とは一味違うニューヨークの地下鉄、その実態にも注目です。ここはニューヨークの中心、マンハッタンのタイムズスクエアです。マンハッタンはニューヨーク市の北に位置しており、地理的には端の方ですが、特に南側には高層ビルや繁華街が密集しています。ホテル代も高騰しており、私が泊まったこちらのホテルは1名素泊まりで1泊4万円です。お値段が高すぎて、女子高生の私にはかなりの負担。観光名所として有名なタイムズスクエアは、写真を撮る人やパフォーマンスをする人でごった返し、24時間にぎわいが絶えないです。そしてこのタイムズスクエアからほど近い場所にあるのが、タイムズスクエア42丁目駅です。今回ご紹介するのが、灰色のラインカラーと S の系統名で示される42丁目シャトル。42番ストリートの真下を東隣のグランドセントラル駅まで結ぶ路線です。ニューヨークの地下鉄は路線名ではなく系統名で示されるのが普通です。この駅では同じ乗り場を発着する系統は同じ色でまとめられているため、乗り場は全部で4カ所あり、42丁目シャトルはそのうち1カ所を独占しています。ニューヨークの中心にありながら、一区間で終わる路線の実態に迫ります。出入り口はタイムズスクエアの南にあり、ちょっとだけ歩きます。中心部だけに、近くには別の系統の駅もあります。路線によっては途中で乗り換えるよりも、歩いて直接乗った方が早いです。賑わっていたタイムズスクエアとは違い、出入り口の周りは人気が少ないです。地下に進むと地上の騒音も遠のいていき、意外と閑散としています。改札は日本のようにパタパタするやつではなく、一人通るごとにバーを回すタイプです。この改札には駅員はいません。他の路線の乗り場は構内でつながっているものの、それらの路線には別の改札もあるので、この改札は結構空いているのです。頭上には拡張を感じる装飾があり、42丁目シャトルと駅の歴史に関わるものです。タイムズスクエア駅には、これ以外に赤と青と黄色、そして紫の系統も乗り入れています。それらとは違い、42丁目シャトルは一区間だけです。また、他の系統の大半では複数の線が並んでいますが、42丁目シャトルは1本だけです。42丁目シャトルの乗り場は、改札を入って左奥にあります。遅い時間になってきたこともあり、乗客は少なくなってきています。ニューヨークの地下鉄は、治安があまり良くないことで知られています。最悪期よりは改善したものの、今も夜間は乗客が減ります。その地下鉄の実態や日付が変わった深夜の様子を取り上げた動画は旅行チャンネルで近日公開予定ですので、概要欄からチャンネル登録してお待ちください。コンコースを先に進みます。正面にあるのが1番線で、乗り換え動線に食い込む位置で線路が終わっています。ホームの左側にも線路があり、42丁目シャトルの線路はこの2本です。ニューヨークの地下鉄は24時間運行しているのが特徴ですが、42丁目シャトルは深夜0時から翌朝6時までは運転しないため、その間は並行する7系統へ案内されます。隣の線路に列車が到着です。1番線の隣にあるこの線路が2番線ではなく4番線です。飛び飛びになった番号と2本の線路の間のホーム、さらに手前には意味ありげに引かれた2本の白線が左右に並びます。皆さんお分かりの通り、かつて1番線と4番線の間には2本の線路があったのです。それらを合わせた4本の線路は隣同士に並んでおり、当時はここにはホームはありませんでした。2本の線路がなぜ埋められたのか、そしてホームはもともとどこにあったのか。42丁目シャトルとその両端の2駅の歴史は想像以上にカオスです。42丁目シャトルの場所がこちら。マンハッタンのど真ん中を走ります。そして42丁目シャトルは1904年にニューヨークで最初の地下鉄として開業した区間の一部です。当時は両端から路線がつながっており、
タイムズスクエア駅とグランドセントラル駅のところで直角に折れ、異なる通りをまたぐルートだったのです。42丁目シャトルの区間は独立しておらず、通し運行が基本でした。当時の線路とホームの配置がこちら。ここに限らず、当時開業した区間やその後できた区間も含め、ニューヨークの地下鉄は複々線が大半です。各駅停車が走る観光線と通過駅のある列車が走る急行線を分けて所要時間を短縮し、列車本数も増やします。上下線で線路が2本ずつあるため、多くの路線で24時間運行できます。ただし深夜には本数が減り、運転されない系統があったり、普段は急行運転の系統が各駅停車になることもあります。なお、24時間運行の代わりというわけではないですが、日中に保守工事などで運休になることが多いのも特徴です。その場合は各駅停車で逆方向に行き、急行に乗り換えてから元の方向へ行くなどの立ち回りが必要です。ホームの配置は駅によって結構異なり、各駅停車と急行を同じホームで乗り換えられる駅もあれば、観光線と急行線が2階建てになっている駅、さらに変則的な配置の駅もあります。日中でも異なる路線をまたいで運行する系統もあり、いろいろ慣れるのには時間がかかりますが、巨大都市をスピーディーに移動できるメリットは大きいです。42丁目シャトルの区間も当初はそうした運用だったため、線路が4本あったのです。なお、グランドセントラル駅は急行線と観光線の両方にホームがあるのに対し、タイムズスクエア駅は観光線だけにホームがあります。これは当時の両駅の位置づけの違いが理由です。グランドセントラル駅には地下鉄の駅のほか、郊外路線のターミナルがあります。郊外路線を運営するメトロノース鉄道はニューヨーク都市圏交通公社の子会社であり、交通公社は地下鉄を運営するニューヨーク市都市交通局も傘下に持っています。母体は同じですが、車両や路線の規格が異なるため直通運転はなく、駅の改札も分けられています。メトロノース鉄道のグランドセントラル駅はホーム44面、線路67本という巨大な施設で、広大なホームは全て地下にあります。開業したのは1871年で、42丁目シャトルにあたる区間が開業した1904年当時は、すでに一大ターミナルでした。そのため、地下鉄の駅は各駅停車と急行が両方発着できる設計だったのです。それに対し、タイムズスクエア駅が開業した当時は今ほどの重要性はなく、短距離移動が念頭に置かれていました。ホームが観光線にしかなく、急行が止まれる構造でないのはそのためです。また、グランドセントラル駅のホームがまっすぐなのに対し、開業当時のタイムズスクエア駅のホームは曲線のど真ん中にあり、長さも短いです。ホームの位置やスペックなど、多くの点に扱いの差が現れています。この運行形態は、14年後の1918年で終わりを迎えます。路線網の拡張に伴い、レキシントンアベニュー線とブロードウェイ7番街線がそのまま延伸されることになったからです。こうすれば2つの通りの下にそれぞれ路線を作れるため、より多くの乗客を運べるからです。これにより、グランドセントラル駅とタイムズスクエア駅の間はシャトル線として独立することになったのです。元の駅はシャトル線専用となり、レキシントンアベニュー線とブロードウェイ7番街線の駅は新しく作られています。なお、東側のレキシントンアベニュー線の駅は既存の駅から遠くなり、ホームの端が120メートルほど離れていたため、シャトル線のトンネルを延長し、新しい駅を作ることになりました。シャトル線は1918年8月1日に運行を再開したものの、新駅の完成は間に合わず、やむなく旧駅の線路の上に仮設のホームを設けて対処しています。ところが利用者が多くて混雑が悪化したため、翌日には所管官庁から運行停止命令が出されています。42丁目シャトルは2ヶ月近く後の9月28日に再開され、タイムズスクエア駅とグランドセントラル駅の旧2番線はホームで覆われ、駅間の線路は剥がされました。グランドセントラル駅の延長されたトンネルには線路やホームができることはなく、連絡通路に転用されています。一連の改良により、線路は1番線と3番線がセット、4番線が単体になっています。
線路は通常独立して使用され、3つのシャトル線が並行している形態です。また、42丁目シャトルの沿線には車両の整備拠点がないため、各線はブロードウェイ7番街線かレキシントンアベニュー線につながっています。4番線の線路は西側のブロードウェイ7番街線につながり、1番線と3番線の線路は東側のレキシントンアベニュー線だけにつながる構造です。これは両線の配置の兼ね合いで、西側ではブロードウェイ7番街線の一番東側の線路につなげることで、他の線路との干渉を防ぎます。東側ではレキシントンアベニュー線の一番西側の線路につなげることで、他の線路との干渉を防ぎます。トンネルに大きく手を加えないようにするには、これが最適な方法です。ブロードウェイ7番街線の方はシンプルなつながり方ですが、レキシントンアベニュー線の方は後からできた線路が42丁目シャトルへの線路から分岐する構造になっているなど、複雑な配置です。構造の都合上、タイムズスクエア駅の4番線の線路には移動可能な歩道が設けられ、通常時はここを乗客が普通に歩き、車両を移動させる時だけ歩道を撤去する運用でした。東側のレキシントンアベニュー線と西側のブロードウェイ7番街線、そして42丁目シャトルはもともと同じ路線だったため、車両の規格は今も同じです。ちなみにニューヨーク地下鉄の系統には、数字表記とアルファベット表記があります。これはもともと地下鉄が異なる事業者に運営されていた名残です。1940年にニューヨーク市が事業を統合したものの、すでに数字とアルファベットの系統が浸透していたこともあり、抜本的な手直しはされず、今もそのままです。線路自体はつながっているところもあり、過去には小型車両が大型車両の路線に直通していたこともありますが、今は乗客を乗せた列車が直通することはなくなっています。42丁目シャトルが小型車両の系統なのにアルファベットを使っているのは、この路線が他の路線とは性質の異なる一区間だけのシャトル路線なのが大きいです。ちなみに東側のレキシントンアベニュー線は長年マンハッタンの東側を南北に貫く唯一の路線でした。複々線ということもあり、アメリカの都市鉄道では最も利用者が多いです。1日の利用者は平均130万人で、シカゴやボストンといった大都市の都市鉄道の利用者数より多いなど、怪物ぶりが伺えます。2007年にはアメリカの首都であるワシントン DC の地下鉄の利用者数をも上回り、並行する新しい地下鉄が着工しています。この路線のカオスすぎる歴史を取り上げた動画も公開予定ですので、少々お待ちください。42丁目シャトルに話を戻します。1927年にはフラッシング線、今の7系統が延伸されました。この路線はマンハッタンを東西に貫いているほか、東の郊外を結んでおり、ラッシュ時には確定と急行がバンバン走る主要路線です。運行初日には42丁目シャトルの乗客が半分になり、混雑緩和に貢献しています。当初、タイムズスクエア駅とグランドセントラル駅の間の4本の線路のうち、2本をフラッシング線に割り当てて、残りの2本を42丁目シャトルに割り当てる予定でしたが、結局トンネルごと新たに掘られています。フラッシング線のトンネルは他の路線より深くなり、乗り換えには結構時間がかかります。42丁目シャトルに転機が訪れたのが1998年のことです。1990年に制定されたアメリカ障害者法、通称 ADA に準拠させるため、タイムズスクエア駅の大改良が決まったのです。電車とホームの間を狭くしたり、エレベーターを導入する必要が出たのですが、タイムズスクエア駅ではこれが難航を極めます。配線図では簡略化のため直線で描いていますが、実際のホームは曲線のど真ん中にあったからです。さらに既存のホームは短く、前後に伸ばすのは地上の建物の関係で不可能だったため、新ホームは1番線と4番線の間にできることになりました。設備を既存のトンネル内に収めることで、マンハッタン中心部での掘削工事を避ける狙いもあります。ホーム全体が東寄りに移動しているのは、東の端を直線区間に重ねるためです。車両とホームの間に余計な隙間ができるのを防ぎ、車椅子での乗り降りをしやすくします。一部の駅には、ホームの端がガコッと動いて隙間を埋めるメカもありますが、直線ホームの方が利便性が高いのは明白です。既存のホームは4両または3両分でしたが、
新しいホームは6両分あり、線路が1本減っても輸送力はある程度維持できます。新ホームの予定地にはもともと線路があり、それぞれの線路の間には柱がありました。この柱は部分的に移設され、乗降の障害にならないよう配慮されています。計画が出来上がったのは2006年で、資金不足のためプロジェクトは遅延。工事は2021年に完了し、その過程で3番線も閉鎖され、1番線と4番線からなる今の運行形態になりました。また、タイムズスクエア駅にあった移動式の歩道も廃止され、利用者の安全性が向上しています。厳密には線路をまたぐ歩道は残っているのですが、それはまたちょっと後でご紹介します。一連の経過をざっくりまとめた解説版が、タイムズスクエア駅の1番線の端っこに近い階段のそばにあります。タイムズスクエア駅の平面図もあり、当初のホームが灰色、1917年の改修工事で埋められた部分が黄色、2022年までの改修工事で埋められた部分が紺色で示されています。当初のホームは道路の真下に収めたため、線路から見ると位置がずれていたこと、2つのホームがアンダーパスでつながっていたことがわかります。また、ホーム全体がカーブしている上、前後がビルなどに囲まれているため、元のホームを伸ばせないこともよくわかります。なお、ここにあるタイムズビルディングというのがタイムズスクエアの由来です。これはアメリカ有数の新聞であるニューヨークタイムズ紙などを発行するニューヨークタイムズ社の本社で、駅直結の出入り口もあります。タイムズスクエア自体もかつては別の名前でしたが、同社の移転に伴い、駅が開業する半年余り前の1904年4月にタイムズスクエアに改称されています。その後ニューヨークタイムズ社の本社は別の場所に移転したものの、地名と駅名は今も残っているというわけです。この解説版の近くには、2022年までの改修工事の際に復刻された1904年当時の壁面を模した部分もあります。42のところなどが小さなモザイクタイルで作られ、風格が感じられます。タイムズスクエア駅を詳しく見ていきます。開業当初のホームは2022年までの改修工事で使用されなくなり、1番線側の旧ホームはコンコースに取り込まれています。4番線側の旧ホームはそれらの動線から外され、乗客は通常入れないです。施設自体は残っており、線路の右側からうっすら光が漏れています。もうちょっと先の方まで進むと、ホームの端のあたりがギリギリ見えます。鉄骨が狭い間隔で配置され、結構ギリギリでないと見えないです。なお、線路の左側にあった明るい場所は、旧3番線を2021年までの改修工事で埋めた場所です。あそこはホームを進んだ先にあたる場所ですが、仕切りがあるので乗客は入れないです。この辺りを改めて見ると、柱の間に線路があったことがよくわかります。ちなみにこの近くにはこんなものが。近くに殺素材があることを示す張り紙です。ニューヨーク地下鉄はネズミが多いので、定期的に毒餌が置かれています。床や壁の隅に小さな黒い箱が置かれ、その中に毒餌がセットされていることが多いそうです。通行人がその薬剤に直接触れないように置かれているものの、子供やペットが触れないように注意書きがあるのです。42丁目シャトルのホームをグランドセントラル駅の方へ進みます。足元にある2組の白い2本線は旧2番線と旧3番線の線路を模したものです。本物のレールは滑って危ないのでタイルで見せています。画面の正面右、旧2番線と旧3番線の間にあった柱の列だけはそのままで、細めの柱がびっしり並んでいます。1番線と4番線の脇にある柱が移設された柱で、元のままでは確かに利用しにくいです。新しい柱はあえて線路側に寄せられ、ホームの幅が有効活用されています。ホームの突き当たりがこちら。序盤のカットでしれっと出ていたオレンジ色の系統の乗り場への連絡通路があります。42丁目シャトルのタイムズスクエア駅の改修工事の一環で整備されたもので、2021年9月に使用開始されています。通路の上にはトンネルの鉄骨が出ており、線路跡を流用しているのがわかります。ニューヨーク地下鉄には多数の連絡通路がありますが、
この連絡通路は42丁目シャトルのホームを経由しているのが特徴です。42丁目シャトルは深夜0時から朝6時までは運行されず、ホームが閉鎖されるため、この連絡通路もその時間は通れないです。路線図には5本線のアスタリスクで表記され、判例にはその旨の記載もあります。ただしそれらの運用はそこまで厳密ではないらしく、深夜3時台でも普通に通れたりします。そしてこの反対側で、4番線はブロードウェイ7番街線とつながっています。ブロードウェイ7番街線の列車のうち、北行きの各駅停車からの映像がこちら。タイムズスクエア駅を出てしばらくすると、進行方向右後ろに9線のトンネルが現れます。業務用のスペースとして活用されているため、照明がバッチリついており、係員らしき人の姿も見えます。この辺りは新設されたホームとは異なり、旧3番線と4番線の間の柱は移設されておらず、細い柱が何本も並んでいます。また、4番線にかかる移動式の橋は、形を変えて残っています。ニューヨーク地下鉄は駅間のトンネルにも落書きがあることが多く、こんな場所にも落書きがあるところがまさしくニューヨークといった感じです。そして42丁目シャトルは、車両や運行形態にも特徴があります。42丁目シャトルで運用されているのが R62A 型と呼ばれる車両です。A がつかない R62 型もありますが、そちらは当時の川崎重工業製で、R62A 型はカナダのボンバルディア製という違いで、もの自体はほぼ同じです。幅 2.62 メートル、1両あたり長さ 15.56 メートルの小型車で、片側に3つのドアを備えます。改修工事の前は、1番線と4番線では3両編成、3番線では4両編成で運行されており、改修工事後は6両編成で運行されています。R62A 型は1985年から投入され、他の路線でも運用されていますが、42丁目シャトル向けの車両は他とは異なり、世代側面に全面広告があります。側面の行き先表示器は固定されており、進行方向が変わっても上下が入れ替わったりはしないようです。制御方式は抵抗制御で、床下からは爆音とともに熱風が吹き荒れます。そしてこの車両、車内の座席が端っこを除いて撤去されているのが特徴です。ラッシュ時に乗客が集中するため、定員増加のために改修されたのです。車両の端に向かって右側は座席が少なく、座席は1両あたり最大12席という少なさです。R62 型はもともと1両単位で運転できるよう、車両の両端に運転台があります。その後、合理化のために編成が固定化されたものの、運転台自体はそのまま残っています。編成の両端の運転台は車両の幅いっぱいにあるので、両側の先頭車の座席は6席だけです。なお、ニューヨークの地下鉄では、車両間の移動や立ち入りは非常時以外禁止です。車両の外側にある転落防止の部材は、ホームからの転落を防ぐためのものです。移動中の落車を防ぐためではなく、貫通路の周りを包むホロもありません。グランドセントラル駅に移動です。編成の両端に運転士がおり、列車の進行方向に応じて、1人が先頭の運転士、もう1人が最後尾の車掌を務めます。平日のラッシュ時は2から4分間隔、その他の時間帯は5分間隔で運行されています。週末は日中は5分間隔、早朝と深夜は10分間隔です。編成の両端に運転士がいることで、進行方向を変えるときに場所を移動する必要がなくなり、運転間隔を詰められます。1番線と4番線の線路が独立しているのも、その方が進路が勝ち合わず、運転間隔を詰められるからです。駅を出てしばらくは、先ほどご紹介した旧3番線の跡地を利用した連絡通路があるため、ちょっと見通しが悪いです。それが過ぎると隣の線路とを隔てるものがなくなるため、1番線の線路の輝いたレール面が見えます。旧2番線と3番線の線路跡は、場所によっては資材置き場などとして活用されています。最高速度は時速30マイル、時速48キロで、駅間はおよそ90秒で移動できます。グランドセントラル駅に到着です。4番線の車両は、前から2両目の後ろ寄りです。タイムズスクエア駅寄りには連絡通路があり、
1番線と4番線ではホームの位置がずれています。2番線と3番線を埋めてホームにしたのはタイムズスクエア駅と同じですが、1904年の開業当時から観光線と急行線の間にホームがあったため、その分タイムズスクエア駅よりもホーム幅が広いです。ホームは綺麗に改修されているものの、緩やかな傾斜があったり、3番線のところだけ模様が独立しており、床のタイルの色合いも違うので、後から手を加えたことがなんとなく感じられます。壁面にはモザイクタイルで作られたグランドセントラルの文字があります。グランドセントラル駅の両側の壁は開業当時からのものでしょうか。タイムズスクエア駅とは異なり、4番線の線路の端には郊外路線の駅とをつなぐ通路があり、線路は固定式の通路でブロックされています。さっきは車窓から見るだけだったタイムズスクエア駅寄りでは、停止位置のずれ具合がよくわかります。ホームの真ん中には柱が1列、1番線側と4番線側に柱が2列ずつあるため、開業当時のホームの配置が伺えます。4番線ホームからは、タイムズスクエア駅のホームの明かりが遠くに見えます。一方、この反対側では、1番線の線路が先に伸びており、レキシントンアベニュー線とつながっています。トンネルには照明が全くなく、合流先のレキシントンアベニュー線も離れているため、あの辺りがどうなっているのかは全くわからないです。せっかくなので、グランドセントラル駅からタイムズスクエア駅へ向かう列車の映像もどうぞ。片道90両ほどの短さのため、42丁目シャトルの区間の改良計画などは断続的に提案されており、一時は動く歩道への置き換え案も出ています。それぞれ時速3マイル、6マイル、9マイルの3種類の歩道を設け、一番速い歩道には座席をつける案もあったそうですが、結局見送られています。また、42丁目シャトルを廃止し、1918年以前と同じように、レキシントンアベニュー線とブロードウェイ7番街線を直通できるようにする提案もありましたが、これも見送り。42丁目シャトルを延伸する構想も、レキシントンアベニュー線とブロードウェイ7番街線などのトンネルとの兼ね合いがあり、見送られています。1962年1月、42丁目シャトルでは自動運転の実証実験が始まりました。期間中は運転士が乗っているので、無人運転ではないです。順調に進めば他の路線へも展開する予定だったといいます。ところが、1964年4月に列車が脱線して電気回路がショートし、3線すべての運行が止まる事態が発生。別の日には列車が火災を起こしてグランドセントラル駅の木製のホームに燃え移り、しばらく運休する事態が起きました。自動運転は実用化されず、今も手動運転です。その後、ニューヨーク市交通局の財政悪化に伴い、1995年9月には42丁目シャトルの24時間運行が取りやめられています。レキシントンアベニュー線への連絡通路を進みます。かつてのトンネルが転用されているのはここも同じで、線路の間にあった柱も部分的に残っています。さらにこの先では、42丁目シャトルのホームをレキシントンアベニュー線のホームに近づけるために掘られたトンネルが連絡通路に転用されています。中盤で触れた通り、このトンネルには線路は敷かれず、ホームが設けられることもありませんでした。向かって右側の一部を除くエリアが連絡通路になっており、線路とホームがどう配置される構想だったのかがよくわかります。42丁目シャトルに付随する通路はここまでで、タイムズスクエア駅と同じようにホームを閉鎖できる扉があります。タイムズスクエア駅のブロードウェイ7番街線は42丁目シャトルと同じ階層にあったのに対し、グランドセントラル駅のレキシントンアベニュー線は一つ下の階層にあります。レキシントンアベニュー線の南行きの列車から進行方向左側を見ていると、駅を出て線路が左に触れた後、しばらく直線が続きます。それでも速度を上げないのは、この壁の奥に42丁目シャトルから伸びてきた線路があり、この先で合流するからです。壁が途切れたところにポイントがあり、42丁目シャトルからの線路が直線で、この線路がそこに合流する配置になっているため、合流部分で車体が揺れます。直線になっても速度が上がらないのはそれが理由です。なお、この先には廃駅になった38丁目駅の跡地があるため、隣の線路との間隔はしばらく開いたまま、
最初期に開業した地下鉄ではこまめに駅を設置して乗客を集める方針だったため、駅間距離が短く列車の両数が増える過程などで廃止された駅が他にもあります。これまでのカットを収録したのはほとんど夜なので人も少ないですが、朝のラッシュは42丁目シャトルも乗客が増えます。グランドセントラル駅とタイムズスクエア駅では到着した列車から勢いよく乗客が吐き出され、存在感の大きさがうかがえます。そして両駅にかかる改修工事はもうちょっとだけ続きます。今年第4四半期にはグランドセントラル駅のフラッシング線のホームに新しい階段とエスカレーターが設置されるほか、レキシントンアベニュー線の階段の拡幅、その他の駅舎などの改修も完了する予定です。一連の改修は42丁目シャトルの改良にとどまらず、中心部の2駅の大改良でもあるのです。ニューヨーク屈指の拠点駅であるタイムズスクエア駅とグランドセントラル駅を結ぶ42丁目シャトルは新たな展開を迎えつつ、今日もニューヨーカーたちを支えています。ご視聴ありがとうございました。